腹部から取ってハイブリッド東京ですね。じゃあバストをしっかり大きくしていきます。で、下腹部なので取れるのがここなので、ちょっと量だけ足りないかもしれないっていうだけ理解していただければ。あとがっつり取るとこことの段差できますよ。だからそこだけ大丈夫ですか？大丈夫です。もし足らなかったら後で追加とかできますけど、よし、じゃあそれでやっていきます。じゃあ今回の方は、285のデミですね。ボリュームもともと大きいのでそんなに不自然にシリコンバッグだけでもならないかなと思うので、結構いい位置かなと思いますね。で、あとは準備できます。ダウンタイム1日目です。まだ寝て起きたりとか脇はだいぶ突っ張ってる感じで痛いんですけど、痛み止め飲めばだいぶ楽かなと思います。結構縫ってるので、縫ってる場所で結構怖がって力とか入れれないんですけど、施術当日よりかは楽になったかなっていう感じです。ダウンタイム2日目です。昨日と比べると痛みは少し落ち着いてきました。ただまだ胸の張り感や圧迫感はあります。脇の傷の影響で腕はまだ上げられなくて、日常生活や着替えや高いところのものを取るのが少し大変です。腫れはまだありますが、今のところ特に気になるトラブルなく安静に過ごしています。また結果報告します。ダウンタイム3日目です。昨日より痛みは少し落ち着いてきましたが、まだ胸の張りと脇の突っ張り感があります。脇周辺は麻酔の影響なのか、まだ感覚が少し鈍い状態です。腕も少しずつ動かせるようになってきて、痛み止めなどはもう朝から飲まなくても大丈夫な感じで痛みは収まってます。引き続き安静に過ごして経過を見ていきます。以上、3日目の経過でした。ダウンタイム4日目です。痛みは日に日に落ち着いてきて、起き上がったり寝返りも少しずつできるようになってきました。ただ胸の張りや硬さはまだあって、胸を大きく動かしたりすると突っ張る感じがあります。日常生活は少しずつ楽になってきているので、このまま無理せず過ごして経過見ていきます。ダウンタイム5日目です。だいぶ脇の範囲も上げれるようになって、日常生活が困らなくなってきたところですね。脇はやっぱ縫ってるので、縫ってる箇所はちょっと突っ張ったりする感じはあるんですけど、でもあんまさほど気にならない程度になってきました。で、仕事も昨日から復帰できてて、重いものも持てるようにはなりました。以上です。ダウンタイム6日目です。見てわかるようにやっぱあざがちょっとずつ増えてきて、黄色くなってるな。あともう少しかなと思います。重いものも持てるし、運転も全然大丈夫でした。腕も上がるようになってきて、服の脱ぎ着も結構楽になってきました。以上です。ダウンタイム7日目です。日常生活支障なく、脇上げた時だけ痛いぐらいで、特に何もなく元気に過ごせてます。で、左側の、この内側のここの部分がメリメリメリって起き上がる時に言ったんですけど、ちょっとそれが大丈夫か不安です。以上です。じゃあ、ハイブリッド東京1週間ですね。はい、大変でした。当日と次の日だけ大変です。あとは全然痛み止め飲めば全然大丈夫でした。いいですね。結構ね、ハイブリッド東京しっかりバストも大きくできて、かつ脂肪注入で柔らかさも出せるので、ここからちょっと馴染んできてもっとナチュラルになりますので、楽しみにしてもらったらいいと思います。また見せてください。はい、ダウンタイム8日目です。抜歯を本日行ってきたんですけど、抜歯の際に全然痛くなくて、で、抜歯したからか脇がつった感じとかそこまでなくなって過ごしやすくなりました。他は経過順調とのことだったので安心です。以上です。ダウンタイム9日目です。昨日と同じく抜歯してすごい動きやすくなったので、日常生活も本当何もなく過ごせています。昨日と変わらず元気です。以上です。ダウンタイム10日目です。すべて順調で痛くもなく過ごせています。
ここのあざの部分だけがちょっと気になるんですけど、早く引いてほしいなっていう感じで、もう突っ張り感とかを抜歯してから全然なくなって快適です。以上です。ダウンタイム11日目です。脇は上げすぎてしまうとなんかそう痛いんですけど、そこまでなんか思いっきり上げなければ全然痛くなくなりました。ここの部分のあざもだいぶ薄くなってきてるかなと思います。あと乳首の周りが内出血起きてたんですけど、それもだいぶ薄くなって経過順調そうです。以上です。ダウンタイム12日目です。特に変わりなく過ごせています。むくみがすごいせいかすごい腕まで太った気がします。あざも結構もう治りかけで順調です。脇の傷まだ痛々しいんですけど、徐々に回復してるかなと思います。以上です。ダウンタイム13日目です。特に昨日と変わりなく、横から見た時に丸みが出てきたり柔らかくだんだんなってきた感じがあって嬉しいです。脇はやっぱりちょっと上げると痛かったりするんですけど、全然すごい強い痛みじゃないので全然大丈夫です。他変わったことなく経過順調です。以上です。ダウンタイム14日目です。特に変わりなく順調です。ここのあざも消えてきて今黄色くなってるので、あともう少しかなと思います。サイズ感も当初よりやっぱ腫れが落ち着いてきてます。以上です。ダウンタイム15日目です。痛みとか見た目の変化は変わらずなんですけども、結構体重がいきなり増えて、食生活は全然前と変わらないのに施術してからかなりむくんだというか、結構痩せづらいです。でも生理中っていうのもあると思うんですけど、全然体重落ちず見た目も変わらずで悩んでます。以上です。ダウンタイム16日目です。だいぶ腕の可動域とか胸も上の部分が痛かったんですけど、それもなくなってきてだいぶ動けるようにもなってます。車の運転も結構わりかし施術してから1週間以内でできるようになったりで、とても思った以上にはきつくなくて良かったです。以上です。ダウンタイム17日目です。結構大きさも横から見て立体感が出てきた。あと右側がいい感じにタプタプ感出てきてて、左はまだ結構張りが強くてまだタプタプしてまだちょっと張ってるかなっていう感じです。経過順調そうなので今後が楽しみです。以上です。ダウンタイム17日目です。結構洋服の上からでも立体感がすごい出てきてて落ち着いてきたのですごい良かったです。結構周りからも気づく人もいれば気づかない人もいるんですけど、すごいいいなって言っていただけて良かったです。以上です。ダウンタイム19日目です。今ブラパッド入りのキャミソールとかを着てるんですけど、もうだいぶ安定もしてきたんですけど、ノンワイヤーのブラジャーとかいつから使っていいのかなって思います。あとは全部順調経過で何もなく過ごせています。あざも完全なくなって見栄えもすごい綺麗になってきました。以上です。ダウンタイム20日目です。ピタッとした洋服着ると結構横からも正面から見ても形が綺麗に出てきてて、すごい今も落ち着いたので経過順調で何もなく過ごせて大丈夫そうです。以上です。ダウンタイム21日目です。まだ硬さはありますが、だんだん自然になってきて柔らかさがこれから出てくるのかなっていう感じで楽しみです。柔らかくなるまでにあと 2,3 ヶ月はかかると思うんですけど、気長に待とうかなと思います。以上です。ダウンタイム22日目です。特に変わらず、脇もすごい上げてももう突っ張る感じとか全部なくなったので順調に過ごせてます。他は何もなく、ほんと最初の0日目と1日目が痛かったぐらいで元気です。以上です。ダウンタイム23日目です。初めてちょっとノーワイヤーのブラつけたんですけど、もともとあったブラがやっぱりちっちゃかって3カップぐらい本当上がったので、ノーワイヤーのブラ買い足しに行こうかなと思います。ほんと綺麗に左右対称でなったのですごい良かったです。ダウンタイム24日目です。昨日と何も変わらず順調に過ごせていて、特に変わったことなどないです。以上です。ダウンタイム25日目です。もう形も服着てても分かるようにすごい立体感が出て
形も綺麗で褒められることが多かったのですごい良かったです。あと何もなく経過順調です。以上です。ダウンタイム26日目です。胸は本当何も、あと下垂を待つのみなんですけど、脇の傷がなんかちょっと盛り上がってる感じでケロイドっぽくなっちゃってるのかなって思って気になっています。その他特に何もなく元気に過ごせています。以上です。ダウンタイム27日目です。特に変わりなくちょっとずつ下垂してて、腫れも引いたせいかちょっと胸がやっぱ最初の1週間よりかはちっちゃくなっちゃったんですけど、それでも結構周りに気づかれるぐらい大きくなったので、とてもやってよかったなと思います。以上です。ダウンタイム28日目です。変わりなく元気に過ごしてて、お腹の脂肪吸引した部分がちょっと拘縮できてきてしまったんですけど、それをどうすればいいかわからないです。以上です。ダウンタイム29日目です。特に最後の2週間ぐらいは変わりなく元気に過ごせています。脇の傷もすごい綺麗に治ってきたのでよかったです。以上です。ダウンタイム30日目です。谷間もすぐできるようになってノンアイ油もすごい楽で過ごせています。寝た時も結構丸みがわかるぐらいですごいやってよかったです。傷も綺麗に治っています。以上です。じゃあお腹から、ハイブリッド補給1ヶ月ですね。ダウンタイムはどうでした？最初の3日目までが一番辛い、それ以降は全然仕事も行けるし、全然大丈夫です。最初ね3日間ぐらいが確かにちょうどピークなんで、ダウンタイムの経過とかもなんか丁寧な感じで毎日過ごしてくれてたので参考になると思うので、ぜひ経過見てもらってですね。で1ヶ月でちょっと動いてかなり自然な感じになってるので、3ヶ月でより自然になるのでかなりいい感じの経過かなですね。なんか今不便なこととかあります？ないです。これ以上でもおっぱい縮まないように、でも多分それは大丈夫だと思いますけどね。むしろ綺麗になって形整えてよりなんか満足だったことになると思うので楽しみにしてもらって、でまた3ヶ月ではい、お願いします。É o Prod Seringa no